皆さん明けましておめでとうございます。2025年もよろしくお願いします。今日は珍しくロンドンスタンステッド空港に来てます。2005年最初の旅は外務省安全情報真っ赤っかの国へ行きたいと思います。シンドバッドのふるさとでございます。はい、皆さん、マーケットはすごいことしてる。もうすごいホーリーな方ですよ。もうロンドンリバプールストリート駅、空港行きのスタンステッドエクスプレスは15分ごとに出てます。ちょっとだけ安くなる前売りの往復を買って36ポンド30、7000円以上します。高っ。電車だと48分、安いバスを利用すると2時間近くかかりますからしょうがないですね。列車はガラガラでございます。ロンドンの北北東約70キロに位置するスタンステッド空港、ヒースロー空港、ガトウィック空港に次ぐロンドン3番目の規模の空港です。まあライアンエアばっかりですね。その中に聞いたことないエージェット、ペガサス、ロイヤルヨルダン、エミレーツ、もう全部ライアンエアですね。相変わらずターミナルに入ると右端がアライバル、その横にエミレーツ、ロイヤルヨルダン、ペガサスのチェックインカウンターがあり、他は全部ライアンエア。反対側の奥が出国です。空港内はいつものパターン、くねくねとした免税店を抜けると待合ラウンジ、フォートナム&メイソン、ウォーカーズのクッキーもちゃんと売ってます。まあ見事にどの空港も同じパターンですね。サンドイッチ屋さんのプレダマンジェのところにラウンジがあると言われたんですが、ロイヤルヨルダン空港はワンワールドなのでラウンジが使えるはずなんですが、プレダマンジェもう1軒奥の方にありました。エスケープラウンジ、しかしうっかりしたことに委託契約のラウンジなのでインビテーションカードをもらってくるのを忘れ入れませんでした。というわけで久しぶりにバーガーキングでウォッパーなどをいただいてゲートへ向かいます。ゲート番号は1番ということでシャトル移動です。エミレーツは自分たちのラウンジちゃんと持ってるんですね。さすが。サテライトは2個あるようです。ゲート1番から19番が最初のストップ、20番から39番が2個目のストップです。ちっちゃな飛行機、ロイヤルヨルダン航空初めての登場です。5時間5分のフライトとはいえエンターテインメントシステムなし、電源なし、席も狭い、ほとんど LCC ですが食事はまあまあ、お酒もサービスしているようでした。
ジアトランスファーなんて呼びますけど、いけるのかな。インターナショナルトランスファーですね。はい、ヨルダンの首都アンマンに到着です。ただいま10時半。今乗り換えのセキュリティを終えて待合ラウンジです。こんな感じですね。アンマンティフバスラバグダッドプライオリティラウンジとかこっちみたいですが、はい、ロイヤルヨルダンクラウンラウンジワンワールドはこっちですね。まあめちゃくちゃ広いゆったりしてますわ。はい、右に行ったらバー、ビストロ、スモーキングルーム、トイレ、デザートステーション、ロイヤルーム、カフェ、ピゼリア。いやー、ゆったりしてていいですね。そろそろ11時になろうかなというところなので、ラウンジもガラガラ。その分食べ物もちょっと食い散らかされた感じです。飛行機がちょっと早く着いたので、結局乗り継ぎ時間が4時間弱。イラクに着いたらしばらく禁酒しないといけないので、ここでしっかり飲んでしっかり食べて、次の2時間のフライトは機内でぐっすり寝たいと思います。今回は初めてローヤルヨルダン航空を使いました。イラク往復で409ポンド、アンマン経由です。ということで今アンマンにいるんですが、これから早朝2時半のフライトでバスラへ飛びます。到着予定時間が4時40分。向こうに着いたらとりあえず両替をして、空港からはタクシーで街中へ移動。そしてガレージと言われる乗り合いタクシー乗り場に行って、そこからウルの遺跡を見学する拠点となるナザリアという町へ行きます。ここはあとティグリス川とユーフラテス川の河口一帯の湿地帯への玄関口ともいえる町。そこのホテルに荷物を置いて湿原のボートで散策できればなと思ってます。今日の予定はそんな感じですかね。うまくいくかな。ビザはビザオンアライバルです。80ドル空港で何も問題なく取れるはずです。飛行機がさらにコンパクトになりました。荷物の棚もバスか電車みたいです。扉もないのかなと思ってたらちゃんとありました。当然こちらのフライトもエンターテインメントシステムなし、電源なしでした。はい、バスロに到着です。5時13分。まずはビザオンアライバルですね。ビザオンアライバル申請の人はここで待たされます。右奥黄色いサインの奥がパスポートコントロール。誰も来ないのでパスポート検査の方を見に行ったら、その奥にビザオフィスがあり、以前はここで申請したようです。ビザオンアライバルは80ドル、簡単な書類を記入するだけ。時間がかかることが多いのと、現金のみでお釣りがないこともあるそうですが、問題なく取れるはずです。40分ほど待たされて、パスポートコントロール待ちの人が全ていなくなったら、やっとそこの係員がこっちに来ました。新システムを導入したようで、支払いはビザかマスターカードのみ、書類記入の必要も一切ありません。ただしビザ料金がなんと倍以上になってました。168ドル。その後あまりに不評でビザ料金はまた80ドルに下がったという情報もあります。2時間かかりました。2時間参ったね。ビザ代も倍になってました。160ドルぐらいかな。どうなってんのここはバンク開いてないじゃん。バンク開いてないじゃん。いや参りましたね。 ATM もない。 SIM カードが効かないんですけど、eSIM が SIM カード売ってるとこもないはいはい、愛想はいいんですけどね、みんな ATM も何もないじゃないですか。
参ったな。困りますよ、現金ないと。両替用の現金もドルしか受け付けないところがあるということで、わざわざドルを用意してきました。カードはほとんど効きません。こっから入っていくんですね。そしてこの中行ってチェックイン。セキュリティ2回もあるの？バンク、レストラン、トイレ、インフォメーション。はい、一応 ATM がありました。銀行は開いてなかったんですけど ATM がありました。ただし eSIM が全然つながらず、この辺が多分 SIM カード売ってるとこなんですけど、参ったな。今7時45分、全然空いてないです。8時にやっとお店が開いたので SIM を購入。30日10ギガで2万イラクディナールでした。エアレイドシェルター、防空壕付きの空港。戦争っていうのがこちらの人にとっては常に現実なんですね。はい、シンドバッドのふるさとでございます。バスラはい、バスラインターナショナルレポート。バグダッドまでっていう説もあるんですが、船乗りですからね、海に近いバスラの方が理にかなってます。空港から街中への公共交通機関はなし。タクシー会社1社が独占しているようで、6万ディナール、46ドル、約7140円です。道が綺麗だなーなんて思ってたら、高速道路っぽい道に乗るところで突然 U ターンして車線を反対向きに走り始めちゃいました。対向車もやってきてますし、正面の道路標識よく見るとやはり裏側になってますから、間違いなく車線を逆走してます。道路工事で道がほぼ閉鎖されているようです。とはいえ結構運転手たち各自の判断で自由に運転している気がします。車が少ない分まだ安心です。いやー、これからのイラクの旅、私が期待したよりもさらに楽しくなりそうな予感がしてきました。イラクの国土面積は日本の 1.6 倍、四国と九州がもう1個ずつ増えた感じです。人口は約4600万人、日本と違って増加傾向にあります。バスラ出身の有名人としてはなんといってもアラビアンナイトの船乗りシンドバッドが有名ですが、イスラム圏を代表する数学者、天文学者、そして工学の父と言われるイブン・アルハイさんもバスラ出身です。イラクでは都市および近距離都市のミニバス以外の公共交通機関はほぼ皆無です。長距離の移動は乗り合いタクシーほぼ一択、シェアードタクシーと言われています。ガラージと呼ばれる乗り合いタクシー乗り場、バスラガレージ、ここでナジリア行きの乗り合いタクシーを探さないといけないんですが、運転手さんがナジリア行きの乗り合いタクシーが出るところまで連れてってくれました。外で降ろされたら結構大変そうです。こちらが利用したエアポートタクシー、ピカピカの新車です。はい、シェアードタクシー乗り場に来てます。すごいっすね、わけわかんないです。安心のトヨタクラウンが止まってますが、基本的にアメ車が多いです。イギリスでは絶対に見ることもないダッジ、これが多かったですね。すでに乗客が2人、すぐ出発するそうなので慌ててトイレへ。ナスリアまでは約200キロ、乗客は私も入れて3人、1人2万イラキディナールです。イラク国家収入の 90% は石油の輸出だそうです。その輸出港となるバズラはイラク第2の都市、バグダッドまでは約550キロです。寝不足で気がついたらほぼナジリアの近くまで来てました。ガラリと景色が変わり、足がたくさん茂ってます。ナジリアはティグリス川、ユーフラテス川下流一帯に広がる大湿地帯アフワールへの玄関口です。シュメールの遺跡と合わせてユネスコの世界不合遺産に指定されているところに行きたかったんですが、
到着時間が遅くなりすぎて無理、諦めます。優しい運転手さん、ちょうどホテルの前で落っことしてくれました。 Facebook のイラキトラベルコミュニティでおすすめの安ホテルザムザムです。階段を上がったところにレセプション、そしてラウンジは小綺麗にしてるんですが、1泊3万ディナールのお部屋はどんな感じでしょう。109。アラビア数字と似てますよね。我々はイスラム教徒に便利な数字というものを教わりました。一人部屋。今小切れにしてますね。ちっちゃいですけど。これお祈り用かな。お祈り用ですね、多分。はい、シングルベッド。うわ。まあ動けばいい。シャワー。ガイドブックを読むと、アンシリーアの町はシュメールの遺跡ウルーへの拠点として、そしてイラク南部の湿原地帯アフワールへの玄関口として紹介されるぐらいなんですが、人口は55万人ということはマンチェスターやリバプールとあまり変わりません。お昼休みのせいかシャッターは結構降りてますが、結構大きな商店街です。両替も済ませたところで、シュメール人の古代都市ウルの遺跡見学に行きたいと思います。ウルはナンシリーアの南西約20キロ。適当に街中でタクシー捕まえました。約30分です。看板も出てきました。 The Ancient City of Ur。 いやー、ドキドキしてきましたよ。ここで発掘されたものがごっそりと大英博物館に展示されています。そしてアガサ・クリスティが2番目の夫、考古学者のマックス・マローワンと出会ったのもここです。ウルのジグラットが見えてきました。اليوم السلام عليكم. اليوم أجرني ياباني من الحبوب سايح. والله جبت هنا للزقورة وهنا جاي يصور. هلا مستر. جبت للزقورة هنا. هاي الزقورة بس جاي هاي. 入り口に小さなオフィスがあって、そこで入場券購入2万5000ディナールです。そこのスタッフのアドバイスで借りるに30分待ってもらって、往復2万5000ディナールホテルまで送ってもらうことにしました。街中で最初から往復で交渉すれば1万5000ディナールぐらいで行けるケースもあるようです。ついに来ました。もう大変ですね、イラク旅行は。まあでも簡単に来れるようになるのを待ってたらきりないんで来ちゃいましたけど、世界で最も古い書き言葉の一つ、くさび型文字を発明し、人類の歴史はシュメールから始まったとも言われるくらいです。硬いものが何もないシュメール地方、粘土で栄えた文明と言われ、建造物は全てレンガ造り。すっかり風化してしまい保存状態が悪いものばかりなんですが、その中で最も保存状態がいいのがウルのジグラットです。ただやけに保存状態がいいこの階段とファサードはサダム・フセインによって修復されたそうです。はい、皆さんここですね。大博物館にある宝物が発見されたところ、王室墓地。王室墓地です。はい、ついに来れました、ここに。いやー嬉しいなー。大変でしたけど OK。
OK。 هاي حاليا الساعةカリム役日本人グループが来ると使うホテルだそうです。バイバイこれね、薬局みたいなんですけど、隣の両替所が閉まってたら、今両替所開いた。さっきこの両替所が閉まってたんですが、そしたら隣の薬局の兄ちゃんがすごいいいレートで返してくれました。もうキャッシュウルでは観光客が入れる場所が非常に制限されていたので、あっという間に見学終了してしまいました。まだ午後の4時です。といってもお昼食べてないのでサンドイッチをいただいたんですが、これが安くてうまい。ハンバーグみたいなものを挟んでくれたんですが、肉なのかなんかビーガンなのかよく分かりません。美味しいですよ、ここのやつ。この若者が作ってくれます。はい、こういうやつ。 يا شوف sorry? يا شوف بصور YouTube? انت YouTube? とっても感じのいいお兄ちゃん。イラク人こんな人が多いです。おはようございます。朝のナシリア、昨日寝てなかったせいか、なんと16時間ぐらい寝ちゃいました。今日はもうバグダッド移動だけですね。移動の前にちょっとティグリス川沿いを散策してみたいと思います。なんか揉めてる、揉めてます。取れないじゃないかって昨日のお店はまだ閉まってますね。これから営業。お隣はパン屋さんです。はい、ナシリアの朝です。一応ここはイラクでも一番セキュリティのチェックポイントが厳しいと言われているところで、なぜかっていうと、昨日行ったウルの遺跡の近くにアイシスの刑務所があるんですね。ハローグモーニングみんな愛想いいですね。すぐ話しかけてきます。はい、全然怖い感じしないです。とはいえ車は渋滞してますね。メソポタミアでございます。今まさに川の間だと思います。いや、ティグリス川です。のはずうわー、これ綺麗な広場になるんでしょうね。どっからどこまで工事してて、どっからどこが入っちゃいけないとかさっぱりわかりません。サバーラへサバーラへみんな愛想いいんですよねサバハラヘイはおはようございますですね。エジプトのガイドに教わりましたなんていう橋なんでしょう、よくわかりませんが、右の橋を渡ってまっすぐ、ほぼまっすぐ行ったところが昨日行ったウルの遺跡です。残念ですね。ゴミがいっぱい。はいはい、今いるナサーリア、ティグリス川をちょうど渡ってるんですが、ここが南イラク大湿地帯への玄関口と言われるところで、本当はそこ行きたかったんですけどね。ちょうど反対側には歩道橋がありますけど、あれを渡ってったら昨日行ったマーケットとかに通じるので、ここが街のど真ん中なんでしょうね。暑い夏に涼めたりと庶民が集まってこられるところに開設線だと思います。せっかく川沿いをきれいにしてるのに、
その時に使ったセメントのバッグとか散らかしっぱなしで残念ですよね。ユーフラテスの現状、まあイラクもねこの40年かな、なんだかんだって大変な歴史でしたからしょうがないですよね。今回行けなかったティグリス川とユーフラテス川の合流地点に広がる大湿地地帯、パピルスとかね、こういうのが茂ってるところに水牛が飼われてたりとか、まだまだ足で作ったボート、そしてそういう家に住んでたりとかあるらしいんですけど、この4年は干ばつで結構大変だそうです。プラスチックボトルすごいですね。お、魚がいた。野良犬が結構いますね。怖い。子供が遊んでます。子犬が可愛いけど親がいたら襲ってこないかな。怖い君たちも大変ですね。はい、2025年のユーフラテス川ナシリア。さあここはこれからどうかっていくかな。10年後20年後、ここにやってきた人たちの YouTube 見るの楽しみです。ユーフラテス川を渡っております。でティグリス川がこのもっと東ですから、昨日行ったウルの遺跡、ここからナシリアから約10キロぐらい離れてるんですけど、西に昔はこのユーフラテス川もウルの近くを流れてたはずです。それが4600年も経ってどんどん東側に移動してティグリス川とちょっと近くなったっていう感じだと思います。釣りしてるんじゃないですよね、まさか。誰かいるけど涼んでるだけか。あ、釣りしてるわ。釣りしてます。糸だけで、あの人もそうだ、竿なしで糸だけで釣りしてます。お、奥の方に超原棒っぽいのがいますね。あ、違うんです、超原棒じゃないわ。でキングフィッシャーですね。さっきのキングフィッシャーかな。やってるキングフィッシャーやってますね。You drive this one? Drive, no Hitachi. Yeah, Hitachi. Okay. Okay, エンジニア勉強してるそうです。27歳。そういうよ。アバスです。Welcome in Iraq. アバスにお家にご飯食べにおいでって言われたんですけど、さすがにこれからバグダッド移動で無理でした。残念。احمد Hello, Ahmed. هلو Hi. منتصرين الشعب العراقي اخواتي. ويو Okay. Bye. もう切りないわ。バカにされてんのか。Hello. Hello. My name's Zach. I'm from Iraq. He's on 6. Thank you. I love you. ここに来るとなんか家が建てられそうですよ。何でもかんでも売ってます。なんかランチかな。すごい人が並んでますよこれ。あ、
ただのご飯か、もしかして。もしかしてただのご飯がもらえるのかな。Are they giving a free food? Yes, yes. هاي شغل صباح قوي. I see. Yes, yes. Free food, free food. Free Yes. Go, 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 go. こんなにいっぱいもらってる。すごいなぁ。お前、بعشان من فوق. This is Abu Rakaya, this. No, okay. Okay, thank you. Thank you, thank you, thank you very Thank you, much. thank you. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. やっぱりただですごいな、こんなに人が集まってる。結構普通のそんなに貧しそうじゃない人たちもみんなさっきの若者もそうですけどもらってます。ほら、この人たちもみんなフリーフードもらって。やっぱり男性用のファッションと女性用のファッション、道によって完全に分かれてますね。ここは女性もんばっかです。はい、入り口はこっちです。ザムザム。これザムザム。はい、入り口はここですね。レセプションみたいです。